んばんは、クリミナルです。今回は海外の事件をご紹介しますが、グロテスクな表現が出てきますので、ご注意ください。1984年2月27日朝、場所は西ドイツのとある公園。そこで散歩していた女性が何かにつまずき転倒した。石にでも足を引っ掛けたかと思ったが、それは人間の頭部だった。現場に駆けつけた警察官が公園をくまなく捜索すると、ビニール袋が発見され、中にはバラバラとなった遺体が入っていた。遺体を調べた結果、それは一定期間冷蔵庫に保存されており、遺棄されてから6時間ぐらいしか経過していないことが分かった。よって遺棄されたのは前日の夜ということになる。また、性別は男性と判明し、顔は焼かれており、皮膚が剥がされていた。当時の西ドイツでは人肉食事件が頻発していたため、これも同様の事件か、儀式殺人かと思われた。司法解剖を進めると、頭部と両手が焼かれており、骨から肉がきれいに削ぎ落とされていることが判明。バラバラ遺体の断片44個をつなぎ合わせた結果、被害者の身長は約185センチ、体重は約80キロ、年齢は30代と推定された。また、指先がきれいに残っていたことから指紋が採取できた。早速指紋を確認してみると、被害者は美容師のハンス・ヨーゼフ・ビルツと判明。彼は過去に詐欺事件に関与しており、指紋を採取されていたのだ。最後に確認されている彼の住所は、メルヘングラートバッハ中央駅のすぐ近くにあるアパート。刑事が部下を引き連れ、そのアパートに赴くと、そのアパートの持ち主、マルティナ・ティンメルマン夫人と彼女の2人の息子がいた。このティンメルマン夫人はかなりの美貌の持ち主であった。刑事は夫人に質問をした。ビルツという男性をご存知で。ええ、存じております。彼はうちのアパートに住んでおりましたが、1年前に出て行ったきりお会いしておりません。ただ、ビルツの住民登録はこのアパートになっている。夫人が嘘をついているか、ビルツが無届けのまま転々としていたか、どちらかのようだ。刑事がビニール袋を調べていると、そのうちの2枚にレンタルビデオ店の印刷がされているのに気づいた。早速刑事はそのレンタルビデオ店に赴き、ホラー作品を中心にビデオを借りた人物の記録を調べた。おそらくこの事件の犯人は人を食べている。そういう輩は大抵ホラーマニアである。刑事はそう思っていたのだ。すると記録の中に見覚えのある名前が。それはバルター・クロンという男。彼は交通事故で亡くなった少女の肉を食べたことで捕まり、7年の実刑に処された青年である。警察がクロンの自宅を捜索すると、人肉食に関する資料が多数発見されたが、クロンは今は食べてないと強く否定した。結局、これといった証拠は見つからず、捜査は振り出しに戻ってしまった。次に刑事はビルツが勤務していた美容院に赴いた。オーナーに話を聞いたところ、ビルツとは突然音信不通になったという。そこでオーナーが彼が住むアパートに電話をしてみると、電話には女性が出て、彼はもう部屋を引き払いましたよと言われたそうだ。ただビルツは1ヶ月分の未払い給料を受け取ることなく姿を消しており、少し不自然である。そこで刑事が電話に出た女性の名前はと尋ねると、オーナーはティンメルマン夫人だと答えた。刑事が夫人の自宅を訪れると、彼女は笑顔で迎え入れてくれた。刑事はそこまで夫人のことを疑っているわけではなかった。しかし、部屋に立ち入ると、ぎょっとした。床には無数の雲や蛇が這いずり回っており、テーブルの上には血だらけのペットが置かれていた。夫人によると、死んだペットを食べるためにちょうど切り刻んでいたそうだ。他にはハムスターがいたが、それは蛇の餌として飼育されていた。夫人は生きたハムスターが蛇に食べられる光景を見るのが大好きであった。
次に本棚を見ると、ホラービデオやポルノビデオで埋め尽くされており、壁にはホラー映画のポスターがあちこちに貼ってあった。その後、夫人の自宅へビルツが頻繁に出入りしているのを見たという目撃証言が出たこともあり、本格的に家宅捜索がなされた。冷蔵庫の中を調べてみると、中には食べかけのネズミ、ヘビ、クモが入っていた。また、冷凍庫の中には人肉が保存されており、それには人間の歯の跡がくっきりとついていた。観念した夫人はビルツを食べたことを明かしたが、それは殺人には当たらないと主張した。彼女の言い分はこうだ。彼は別の世界に行っただけ。子供たちが成人したら私も後を追うつもりでした。私は彼に頼まれてやったのです。彼は風呂に入り、水に顔を押し込まれ、リンゴを握らないと興奮しない男だったのです。彼は自分が死ぬ時もこれをやってくれと私に懇願していました。ティンメルマン夫人の幼少期は惨憺たる家庭環境であった。彼女は5歳の時、祖父に G 行為を強要され、11歳の時には岐阜にストリップを強制された。その後彼女は施設に送られたが、14歳の時に実家に戻る。しかし、2人目の岐阜に侵されてしまい、再び施設に戻ることになった。劣悪な家庭環境で育ったせいか、彼女は精神的にかなり不安定であったが、現在の夫と出会って結婚し、2人の子供を設けた。ただ、良好な関係は長くは続かず、夫婦関係はすっかり冷め、事件当時は別居中であった。そして、その後ビルツと出会い、愛人関係になったのである。ある日の夕方、ビルツは強い睡眠薬を5錠飲み、風呂に入った。後に香水をつけた夫人が、リンゴと紐を持って浴室に現れた。彼の首に紐を巻き、ビルツの頭を水の中に押し込むと、リンゴを手渡した。そして、力いっぱい紐を締めた。しばらくすると、彼は溺死した。その日、別居中の夫が自宅にやってくる予定だったので、何か人間の体を切断できるようなものを持ってきて、と夫人は頼んだ。すると夫は電動のこぎりと電動肉切りナイフを持ってきた。遺体が腐敗してしまう前にと手早く切断していき、顔と両手はオーブンで焼き、食用になる部分は煮立てて、それ以外は50枚のビニール袋に詰め込んでいった。ビニール袋はスーツケースの中に入れ、それを車の荷台に積み、夫に捨ててきてと頼んだのである。ちなみに彼女はビルツの肉を使った料理を子供たちに食べさせていた。1985年12月、裁判が始まった。夫人は、ビルツが死ぬことを強く望んだ。私はそれを手助けしただけ。それは愛ゆえの行動なのです。と、情状酌量を訴えた。また、こんな供述もした。彼は私なしではもう生きていけないと言いました。ただ、先のことを考えると、それは無理だと感じていました。死人に口なしで、もしかしたら彼女が自分に都合のいいように話を作っている可能性もある。しかし彼女に下った判決はわずか懲役8年。法廷では謀殺ではなく殺意なき殺人と認定されたのであった。愛人を殺めその肉を食べたマルティナ・ティンメルマン。人間が人間の肉を食べる行動をカニバリズムと言います。なぜ彼女はビルツを食べたのか。彼女は多くを語らず、詳しくは不明のままです。カニバリズムの発生には諸説ありますが、一部の説では性的行為の一部と捉えられています。シリアルキラー、ジェフリー・ダーマーはこう言いました。食べた相手が自分の体の一部になるような気がしたんだ。また、アンドレイ・チカチーロは人を刺すことや人肉を食べることで性的興奮を得ていました。
ちなみに彼は人肉を噛むことを好み、あまり飲み込むことはしませんでした。両者とも内臓に性的魅力を感じていましたが、ジェフリー・ダーマーは考える人食いでした。彼は全てのプロセスにこだわりを持ち、カニバリズムに至った時、それは儀式のクライマックスで、二人だけの大事な生産の場となるのです。ただ相手は皿の上に乗っているわけですが。そして人肉を食べ、被害者と同化したような感覚に浸っていたのです。カニバリズムの思考を持つあるアメリカの俳優は女性に送ったメールにこう記していました。快楽とは突き詰めて言えば相手と同化したいという欲求だ。性的思考としてのカニバリズムは誰かと近づきたいという感覚や満たされない虚しさを際立たせたり満たすものである。資料も少なく顔写真も出てこない彼女ですが、参考文献には遺体を解体し食する過程で性的興奮を得ているような印象は受けませんでした。ただ彼女はビルツの頭部に頬ずりをしていたとされています。このことから少なくとも何かしらの愛着があったと思われますが、その後ビルツの頭部は公園に捨てられています。愛する男を食べたマルティナ・ティンメルマン。愛しすぎたために食べてしまったのか、性的興奮を得るためだったのか、単なる食料として認識していたのか、今となっては知る由もありません。ちなみに日本人でもカニバリズムに至った人物がいます。それは佐川一世です。彼はフランスのパリでオランダ人留学生の女性を射殺し、その女性の肉を食べました。ただ、精神鑑定の結果、心神喪失状態として不起訴処分となり、1984年に日本に送還されていました。帰国後は作家活動をしていましたが、2022年11月に肺炎で亡くなっています。彼はこんな言葉を残しています。今実現しなければ後で後悔する。その後悔が恐ろしかった。